はい。面白けしからんな対策です。今日はね、ちょっとね、何の動画かっていうのは漠然としててね、何もまとまってないんだけど、ちょっと頑張ってね、今日もね、動画撮影していきますね。まずね、このね、デスクマット。透明なね、ビニール製のデスクマットなんだけど、これね、新調しました。で、この下に一番くじの仮面ライダーガイムのビジュアルシートを挟んでるんだけど、以前のデスクマットよりも、鮮明にね、こう、ちゃんと見えるようになりました。で、以前のやつはね、ザラザラ加工みたいなのが施されてあって、それで挟んでるデータをね、参照するのがちょっとね、参照しにくかったんだけど、それを踏まえて、完全に透明なこのデスクマットを新調しましたね。自慢動画になっちゃうかもしれないんですけど、僕のね、ひいおじいちゃんが多芸な方で、書がね、書っていうアートがあるじゃないですか。書とか絵画に画号印をね、押していたということで、つい先日、去年の年末かな、ひいおじいちゃんの画号印を授かってですね、これ200円ぐらい、一応本革のね、印鑑入れなんだけど、これ自体は200円とか300円ぐらいのもんなんですけど、この中に入れてるんですよ。で、どんな画号印かというと、これね、天然の水晶をね、削り出した、しかも、フットワーク細字のね、印鑑なんですよ。これがどんだけ、値打ちがあるものなのかっていうのは僕にはちょっとわかんないんだけど、こういう水晶で作ったフットワーク細字の、これをひいおじいちゃんがね、使ってたみたいなんですけど、ちょっとね、押して、皆さんにね、ちょっと見てもらおうかなと思って、動画撮り始めたんだけど、これ俺ね、最近買ったんだけど、ブライドルレザーのルーズリーフをね、20ケースのルーズリーフに対応した、キャンパスのね、英語サイズの20ケースの、リフィルを挟める、めちゃめちゃ薄いバインダーで、これはいくらだったのかな ?600 円ぐらいしたのかな買ってみて、外出するときにね、アイデアノートを持っていくっていうことが難しいわけですよ。この、お稲荷さんがこんだけ分厚くて重いですし、ブライドルレザーのね、アイデア帳も今こんなことになってるんですよ。ここにね、スクリーンプレイのね、バックトゥーザフューチャー。パート2のね、シナリオなんですけど、英語でセリフが全部書いてあって、しかもそれを和訳した文章も載ってるっていうね。このスクリーンプレイシリーズってね、確かいろんな映画があったんだけど、これ絶版になってるんですよね。で、これちょっとお宝だと思うんだけど、僕ね、バックトゥザフューチャーシリーズはね、パート2が、もう一番好きでね、中学2年の時かな。夏休みにね、公開されて映画館で見たんだけど、もうね、それの衝撃が強すぎて、うわー、アメリカってかっこいいってなっちゃったんですね。これがアメリカっていう国を好きになった映画、きっかけの映画です。もちろんそれ以外にもね、アメリカ映画好きだけど、アメリカ好きなこともあるんだけど、このバックトゥザフューチャーパート2ってこれは俺ね、大傑作だと思うんですよ。このアイデアノートに結構ね、ブレインダンプとかして、お見せできないんだけど、砂時計のね、動画を撮るにあたって、いろいろアイデアまとめてね、砂時計の動画やったんだけど、動画自体は、大したことないんだけど、何をやってたかというと、去年のね、総括とね、今年の抱負の動画を撮ろうと思ったんですよ。だけど、どう考えてもネガティブな言い方しかできないものであったりとか、そのことを語らないと総括にはなんないし、でもそれを言っちゃうと、おもちゃ好きなね、人たちに対してちょっとディスになってしまうんで、それはやめました。はい。一応ね、ここに全部書き出して、アイデアね、練ってたんだけど、その時にね、もうね、このブライドルレザーのアイデアノートがね、すごいね、自分なりに使い方としてね、うまく使えたなと思っていてね。
これも砂時計を使って、アイデア出してたんだけど、その去年の総括っていうとね、簡単に言うとね、このデザインマイライフのコードバンの手帳が買えたと。それからレザーヘルメットバッグが買えたと。で、おまけに年末に超臨時収入が入って、うまいことですね、デザインマイライフのこのね、英語サイズのルーズリーフバインダーも買えたと。去年ね、僕ね、開封動画が多いんだけど、去年何買ってたかというとね、もうね、ひたすらね、このコードバンのシステム手帳に関係するアイテムをね、フィギュアとかね、おもちゃに使ってた予算みたいなものを全部ほとんど文房具買っちゃったのかな去年はね。で、去年の抱負は、手帳の達人になるっていうのと、ダウジングの達人になるって言って、正月のね、去年の1月1日の動画でね、ダウジングを始めますっていう動画で、言ったんですけど、手帳の方はね、達人には慣れてないんだけれども、スキル上げたなって感じなんですよね。で、ダウジングの方がね、僕、さっぱりできてなくて、最近はこのね、日本ダウジング協会の NK ヒーリングマスターっていうこのね、機種を、首からぶら下げてんだけど、エネルギーを整えるバランシングさえもね、ろくにできてなかったんですよ。だからもう今年の抱負も去年と変わらないかな。手帳のスキルを上げるっていうね、ことと、それからダウジングに関してもうちょっとスキルをアップさせたいと思ってるんですよね。あとは、そうだな。今年はチャンネル登録者数が1000人いくんじゃないかと思って、ちょっと自分でも本当に力入れ始めたというかね、力入れてやんないとね、無職ですからこれ。今ね、YouTube 撮ってるのが、仕事になればいいなと思ってやってて、今年は1000人突破するんじゃないかなと思うんだけどね、勝手にね。だからダウジングと、手帳の達人になる、このね、中身動画も、大好評でね、いいね評価が何個ついてるの 50 以上ついてたりとかね、してもめちゃめちゃ嬉しかったんだけど、開封動画がメインなんだよね。で、だけどこの手帳の中身に関しては開封動画じゃないし、で、いい加減ね、開封動画的なね、ただ、ものを買って、それを、開封するだけの動画っていうのはもうちょっとね、卒業した方がいいなと思ってるんですよ。で、そうするとね、やっぱり台本書くのにハードルが上がるんだけど、ちょっとね、自分のライフスタイルとかそういう、なんていうんだろうな、どこにこだわり持ってるかとか、そういう、これを見てくれてる皆さんが、俺っていう人間がね、田口大作がどんな人間かっていうのを、ちょっとでも分かってもらって、ちょっと、なんていうんだろうな、俺のファンになってもらうっていうことをね、ちょっと意識して、ちゃんとやっていきますよ、今年もね。はい。で、だから今年の抱負は、手帳の達人になる、チャンネル登録者数1000人突破、それからダウジングのね、スキルとか、高めたいと思っております。はい。加藤信夫さんのダウジングは超常現象ではないってこれ今読んでるんだけど、僕ね、本をね、読むのが遅いんで、ちょっと時間かかってるんだけども、これはね、本当にね、これだけじゃないけど、非常にね、興味深い内容が、書いてあって、僕には難しくて説明できないんだけど、メンタルダウジングとラディエスセシア、ダウジングには何種類かがあって、それの相乗効果で今のダウジングっていうのが、考えられてるみたいなことが、ここに書かれていまして、ちょっとね、まだ読み切れてないし、あと、このね、高田ひかるさんの本もまだね、読めてないんですよ。今年はね、ちょっと読書もちゃんとできるように、時間をね、確保して、ちゃんと読書をやんなきゃなと思ってます。はい。で、このアイディアノートに関しては中身は公開しないつもりです。はい。だから、
お前、それ何も書いてないんじゃないかって思われても仕方ないけど、そこは企業秘密ですので、ブライダルレザーのアイデアノートはもう中身は公開しないということでやっていきたいと思います。はい。そう。だいたいそんな感じで去年の総括と、今年の抱負がそんな感じのことになるんだけど、もちろんね、比重としてはアメカジ要素がちょっと少なくなるかもわかんない。今でも、アメカジとか少ないんだけど、アメカジのね、アイテムってね、ちょっと僕、言ったら、アメカジのアイテム買うんだったら文房具買った方がいいやってなってるんですよね、今ね。で、ちょっと、今年アメカジ動画どれぐらい撮れるかどうかちょっとわかんないんだけどね、撮っていきたいと思います。でね、これが2、300円で売ってる印鑑入れ。で、いいおじいちゃんの、画号印ですね。言ったら私がこの章を描きましたとかね。私がこの絵を描きましたっていう時に、押すね、サインみたいなものなのかな。で、これ、太枠細字で、天然水晶で彫ってあるんで、ちょっとね、これ俺、授かった時にね、ちょっとね、嬉しすぎてテンション上がったんだけど、ちょっとこれをね、押していきたいと思いますね。はい。よいしょ。このバインダー俺めっちゃ期待してたんだけど、ペターンと、反対側に沿っておくこともできるから、使いやすいんだけど、もうちょっといいものだったらなと思ってたんだけど、これはね、これでちゃんとね、無駄にはせずにちょっと使っていくつもりです。はい。これが動画に出ることはそんなにないと思うんでね、これ、たまに出てくるかもしれないですよね。はい。これね、ダイソーで買った手肉。水晶製の印鑑ってね、印面に、手肉が乗りづらいっていうのかな。インクがつきにくいので、綿密にというか、こういう風にちゃんとつけないと、押した時に綺麗に押せないみたいな感じなんですね。で、ちょっと待ってね。これそう。押してから語った方がいいな。この辺に押しましょうか。どうこれ綺麗に押せた。綺麗に押せたね。こんな感じの印鑑なんだけどね。谷口玲穂っていうね、画号だったらしいんですよね。これが谷っていう字で、この下が山に見えるのが口っていう字ね。で、こっちに米、それから稲穂の方ですね。で、谷口米穂っていうね、画号で、いろいろ作品書いてらっしゃったらしいんですよね。で、こんな感じです。このね、太枠細字っていうジャンルというかそういう印鑑に、人気があるらしくて、結構これ値打ちあると思うんだけども、このね、丸に縁が太くて、字がめっちゃ細いっていうね。綺麗に押せたとは思うんだけど、これ 0.1 ミリ幅っていうようなことなんでしょうね。内側の感じはね、字は。これを、これなんで天然の水晶かってわかるかというと、ガラスよりね、確実に重い。持った時。で、これ綺麗に円筒形に削り出してるように見えますでしょ。で、ガラスだったら綺麗な円筒に削り出せるはずなんだけど、これね、デコボコしてるんだよね。水晶の結晶体っていうのが、触った時にわかるんですよね。こういうものを、去年の年末授かったということです。はい。で、この印面はね、もちろん欠けとか傷とかは全く入っ
ておらずに、今でもクリアにね、綺麗に押せます。はい。なんて言うんだろう。手帳にね、なんか達成できたらこの印鑑を押すとかね、そういう使い方すればちょっと面白いかなと思ってるんですよね。はい。ってことでね、今回はね、デスクマットを新調したと。それから、このバインダー、キャンパスのバインダーね、20ケースの英語サイズ買ったっていうのと、ブライドルレザーのね、ユズリフンこのスクリーンプレイシリーズのバックトゥザフューチャーを挟んだら、ジャストサイズだったみたいなね、ことです。で、今年の抱負と、去年の総括の動画としてこれね、もう出すのが遅すぎますけども、そういうことになります。はい。ご視聴ありがとうございました。